ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、エンターテインメントの巨大帝国であるディズニーが自社の超大作映画の興行的な大失敗を公式に認めたという驚きの話題についてよ。現在、映画ファンや興行収入を分析するアナリストたちが数ヶ月前から大こけしていると指摘し続けていたことを、ついにディズニー自身が四半期決算発表会で正式に認めて、世界中の映画業界に大きな波紋を広げているの。ディズニーが自分から映画で大失敗しましたで認めたと。ニュースでマンダロリアン&グローグーとか実写版のモアナが公開されたってのは毎日見とったばい。映像も綺麗やし、ディズニーやけん、絶対に大ヒットしとるんやろうなって思っとったとよ。まさか、それが大爆死しとったなんて。しかもディズニーが自分から負けを認めるなんて、よっぽど言い逃れできんくらい悲惨な数字が出とるってことやね。今日は、スター・ウォーズ、マンダロリアン&グローグーと実写版、モアナがどれほど悲惨な興行成績だったのか。そして、ディズニーの CEO たちが語った苦しすぎる言い訳と、その裏に隠された財務上の大問題について、徹底的に解説していくよ。あの天下のスター・ウォーズとモアナがこけるなんて、普通じゃ考えられんばい。ディズニーのお偉いさんたちが、どんなダサい言い訳をしたんか、めっちゃ気になるけん。今日も視聴者のみんなが思っとることをうちがガンガン毒舌でツッコミ入れさせてもらうばい。しっかり教えてちょうだい。それじゃあ順番に詳しく見ていくよ。まずこの衝撃的な発言が飛び出したのはディズニーの最新の四半期決算発表会でのことだったの。ディズニーの CEO であるジョシュ・ダマロ氏が映画スター・ウォーズ・マンダロリアン&グローグーと実写版モアナの2つの作品について興行収入の期待に応えられず失敗作だったという事実を正式に認めたんだよ。CEO が直々に失敗作でしたって言ったと。大企業のトップが自分のところの目玉商品を失敗って呼ぶなんて株主総会とか決算の場やったら普通は絶対に隠したくなるはずばい。でもなんでそんなにあっさり認めたん？そこが今回のダマロ氏の狙いでもあったの。ダマロ CEO は両作品の興行成績が劇場で期待を下回ったことをあっさりと認めつつも、グッズ販売、テーマパークの来場者数、ストリーミング配信の利用状況など、会社全体に様々なメリットをもたらしたため、依然として価値のある投資だったと強く主張しようとしたのよ。はあ、映画のチケットは売れんかったけど、おもちゃが売れて遊園地に人が来たけん、トータルで OK ばいって言いたいわけ。なんそれ、言い訳が苦しすぎるやろ。映画会社が映画でこけておいて、他のところでカバーできたから、いい投資でしたなんて、テストで0点取ったのに、でも、体育は頑張ったから、良い学生ですって言っとるのと同じたい。葵、本当に鋭い例えだね。まさに記事でも、その説明には、明らかな疑問が浮かび上がると指摘されているの。もし、劇場での巨大な失敗が、会社の他の部門を支援するという曖昧な主張で、簡単に相殺されて許されるのであれば、ディズニーは、自分たちのフランチャイズ戦略がうまくいっていないことを、一体いつ反省して認めるのだろうかって、誰もが疑問に思うよね。そりゃそうたい。根本的な映画作りのセンスがずれとるのに、遊園地とグッズの売り上げでごまかしとったら、一生面白い映画なんて作れんくなるばい。で、ダマロ CEO は具体的に決算説明会でなんて言いよったと？決算説明会でダマロ氏は劇場での興行成績が期待外れだったことをはっきりと認めてこう述べたの。マンダロリアン&グローグーや実写版モアナのようにフランチャイズ作品が興行収入の期待に応えられなかった場合でもこうした主要作品への投資は当社の他の事業を活性化させる原動力となるってね。期待に応えられなかった場合でもって完全に負け惜しみやん。この発言、業界的にはかなり衝撃的やったんやないの？そうなの。この声明はディズニーの経営陣が両作品とも同社が期待していた興行成績を上げられなかったということをこれまでで最も明確に認めた発言の一つだから非常に注目に値するものなんだよ。では実際にどれくらい悲惨な数字だったのか具体的な興行収入のデータを見てみると、ごくり天下のディズニーが白旗を上げた数字見せてもらおうやないの。まず、スター・ウォーズ・マンダロリアン&グローグーについてだよ。この作品は、アメリカの祝日であるメモリアルデーの週末に公開されたんだけど、国内興行収入は8100万ドルと振るわなかったの。そして、全世界での興行収入をすべて合わせても、約3億4500万ドルにとどまってしまったんだよ。全世界で3億4500万ドル？日本円で言ったら500億円くらいやけど、あのスター・ウォーズの新作やろ？しかも、ドラマで大人気やったベビーヨーダみたいなグローグーが出てくるやつやん。
スター・ウォーズって昔は映画1本で10億ドルとか普通に稼ぎよったはずばい。それが世界中でたったの3億ドルちょっとって完全にオワコン化しとるやん。本当に厳しい現実だよね。何年かぶりのスター・ウォーズの劇場公開作品としては完全に期待外れの結果となってしまったの。そしてもう一つの大作である実写版モアナの方はさらに悲惨なことになっているんだよ。実写版のモアナ。アニメがめっちゃ人気やったけん、これも絶対売れるって前評判やったばい。こっちはどれくらいこけたと？実写版モアナは制作費に見合わないほどの不審ぶりを見せているの。制作費だけで約2億5000万ドル、約370億円もかかったと推定されているんだけど、全世界での興行収入はわずか2億6200万ドルにとどまってしまったのよ。ちょっと待って。作るのに2億5000万ドルかかって、売上が2億6200万ドル？それって利益が1200万ドルしか出てないってこと？葵、映画の計算はそんなに単純じゃないのよ。まず、興行収入の約半分は映画館側の取り分になるから、スタジオに入ってくるのはその半分くらいなの。さらに、恐ろしいことに、この2億5000万ドルという制作費には、世界中で CM を流したり、宣伝したりするマーケティング費用が一切考慮されていないのよ。はぁ？宣伝費が別にかかっとると？あんなにテレビでバンバン CM やりよったのに。じゃあ、映画館に半分取られて、そこからさらに何十億円も宣伝費を払わなきゃいかんってこと？完全に超特大の大赤字やん。その通りだよ。だから、複数の興行収入アナリストたちは、実写版モアナが劇場公開期間中にディズニーに多額の損失をもたらすと予測しているの。これらはディズニーが自社の2大フランチャイズ、つまりマンダロリアン&グローグーとモアナという看板作品に想定していた数字では絶対にないんだよ。看板に泥を塗っただけじゃなくて、会社の金庫に大穴を開けた戦犯売。こんな大赤字出しといて、グッズが売れたから OK ですなんて、よく株主の前で堂々と言えたもんやね。ダマロ CEO のメンタル、鋼すぎるやろ。ダマロ氏は、これらの映画がディズニーの事業全体において、他の分野で価値を生み出したと強く主張することで、この期待外れの悲惨な結果をなんとか和らげようと試みたの。具体的に、どうやって他の分野で価値を生み出したって言い張っとると？彼によると、マンダロリアン&グローグーは、スター・ウォーズの関連商品の売り上げを押し上げて、ディズニーパークのスター・ウォーズエリアのアトラクションへの関心を高め、さらには、ビデオゲームへの参加も促進したと言っているの。おもちゃが売れて、ゲームが遊ばれて、遊園地に人が来たってことね。まあ、グローグーのぬいぐるみとか、可愛らしい剣、買う人はおるやろうけど、モアナの方はなんて言い訳しとると？彼は、また、実写版、モアナについては、オリジナルアニメ映画の人気を土台として、ディズニープラスで大きな成功を収めるはずだと主張したのよ。ディズニープラスで大きな成功を収めるはずだって、まだ成功もしてない未来の希望的観測を根拠にしとるやん。映画館で誰も見んかった映画を、なんで、ネットの配信でみんなが見ると思うんと。言い訳が苦しすぎて、聞いてるこっちが恥ずかしくなってくるばい。理論上はね、ディズニーはテーマパークも動画配信もグッズも全部自社でやっている多角経営だから、それは妥当な弁護のように聞こえるかもしれないの。しかし、実際にはこの説明は答えよりも多くの疑問を生じさせていると記事は指摘しているのよ。そりゃ疑問だらけたい。おもちゃが売れましたって言うなら、そのおもちゃの売り上げで映画の大赤字を本当に埋められたんか、ちゃんと数字で証明せな、納得で金売。葵、まさに、そこが一番の問題点なの。実は、ディズニーは、これらの付随的な利益が、劇場での興行収入の不振による、数億ドルの損失を、相殺するに足るほどのものであったことを示す、具体的な財務データを一切提示していないのよ。はぁ？具体的なデータを出してないと。グッズが売れました。遊園地に人が来ました、ってこと？ただの口から出まかせやん。株主総会で、そんなふわっとした言い訳が通用すると思っとると。そうなの。投資家にはグッズ販売の収益額も示されなかったし、これらの映画に起因するディズニーパークの来場者数の具体的な増加数も明らかにされなかったの。また、ディズニーはこれらの作品がディズニープラスでどれだけのユーザー増加をもたらすと見込まれるかについても全く数値化していないんだよ。数字も出さずに、とにかく他のところで儲かっとるから大丈夫です。で、完全に詐欺師の工場売。そんなの、その辺の小学生の言い訳よりひどいよ。その代わりに株主たちは基本的にこれらの映画が会社内のどこかで価値を生み出しているという曖昧な概念をただそのまま受け入れるように求められただけなのよ。
信じる者は救われるみたいな宗教みたいなこと言い始めとるやん。株主もバカやないんやから、そんな口車に乗るわけなかろうに。それは、最終的には、ある程度は、真実となるかもしれないの。スター・ウォーズの新作が出れば、グッズは売れるだろうしね。しかし、具体的な数字の証拠がなければ、それらの恩恵が、本来の目的である、映画チケットの販売で失敗した映画を、意味のある形で補うことができるかどうかを評価するのは、非常に難しいんだよ。そりゃ相対。映画の大赤字が数百億円あるのに、おもちゃが数億円売れたくらいじゃ、焼け石に水灰。数字を出せんってことは、やっぱり映画の赤字をカバーできるほど儲かってないってことの裏返しやん。それに、そもそも映画が大ヒットしとったら、もっとおもちゃも売れとったはずやろ。ここで、ディズニーのこの苦しい主張を完全に打ち砕く、最も残酷で論理的な最大の弱点という確信に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。ディズニーの主張における最大の弱点はね、こうした企業間におけるメリット、グッズやパークへの好影響が劇場での興行的な失敗に限ったことではないという点なのよ。どういうこと？つまり、大ヒット映画であっても、関連グッズの販売促進、ストリーミング配信の活性化、テーマパークのアトラクションへの需要増加、ビデオゲームへのエンゲージメント向上には、当然貢献するわけじゃない？言い換えれば、ディズニーは、成功したフランチャイズ映画に伴うメリットを強調してごまかしつつ、投資家に対して、これらの特定の映画が、劇場で大失敗したという事実を意図的に見過ごすよう求めているんだよ。ああ、なるほど。こけてもグッズは売れますよって言い訳しとるけど、もし映画が大ヒットしとったら、もっとバカ売れしとったやろってことたいね。大成功した時に得られるはずやった特大の利益を逃しとるのに、少しはグッズ売れたからセーフなんて、論理がすり替わっとるばい。まさにその通りだよ。もし、マンダロリアン&グローグーが全世界で3億4500万ドルではなく、かつてのスター・ウォーズのように10億ドルの興行収入を上げていたとしたらどうなるか？間違いなく、グッズの売り上げは今の何倍にもさらに伸びていただろうし、ディズニーパークのアトラクションへの期待感も圧倒的に高まり、ディズニープラスでのエンゲージメントもさらに大きく向上していたはずなんだよ。ほんとそれたい。映画館で感動した人がおもちゃ欲しい、遊園地行きたいってなるんやけん。映画がこけて見とる人が少ない時点で、グッズの売り上げだって本来のポテンシャルより全然低いはずばい。それを、映画はこけたけど、グッズは売れたって完全に奇弁やんか。同様に、実写版、モアナの劇場版がしっかりと大ヒットしていたとしたら、ストリーミング配信で、さらに人気作品となるだけでなく、劇場での興行収入も数億ドル増加して、ディズニーに莫大な利益をもたらしていたはずなの。つまり、付随的な利益、グッズや配信の売り上げは、ディズニーの2大 IP における莫大な興行収入を逃すことによる機会損失を決して帳消しにするものではないと、記事は厳しく断罪しているんだよ。機会損失。本来儲かるはずやったお金を取り逃がしとるんやから、やっぱり大失敗には変わりないってことやね。ダマロ CEO の言い訳は完全に論破された場合。他のお偉いさんはなんて言いよると？ディズニーの最高財務責任者、つまり CFO であるヒュー・ジョンストン氏もダマロ CEO の発言に賛同して加勢したの。彼はディズニーの多角的なビジネスモデルが劇場興行成績の変動を吸収するのに役立っていると主張したんだよ。最高財務責任者まで同じような詭弁ばっかり言いよるんやね。うちは映画だけじゃなくてテレビも遊園地もあるから映画の赤字くらい吸収できますよ。だってことやろ。腹立つわ。確かにディズニーはテーマパーク、クルーズライン、ストリーミングサービス、消費財、テレビネットワークと巨大で多角的なエコシステムを運営しているから一つの映画の失敗を乗り越えるだけの体力はあるの。しかし、記事は、失敗を乗り越えることと、失敗を避けることは全く別物だと、鋭く指摘しているのよ。名言売。失敗しても、他の事業の利益でカバーできるっていうのは、ただの会社のお財布事情の話であって、なんでクソつまらん映画を作って失敗したのかっていうクリエイティブな反省には、全くなっとらんたい。その通りだね。たとえ、会社の他の部門が財務的な打撃を和らげてくれたとしても、興行成績の低迷は、依然として興行成績の低迷に変わりないのよ。ディズニーのより広範なエコシステムに注目を集めるという和法は、数字に疎い投資家を一時的に安心させるかもしれない。しかし、それは観客がこれらの映画にどう反応したか、
そしてその制作過程における創造的な失敗を変えることにはほとんど役立たないんだよ。映画の作り手がどうせこけても遊園地が稼いでくれるからいいやって思い始めたら、その映画会社の魂は完全に死んだも同然ばい。ここでこのディズニーの呆れた言い訳に対してネットのユーザーたちがどんな反応を見せとるのか紹介してよ。ネットユーザーたちもこのディズニーの決算発表には非常に冷ややかな反応を示していて、いくつか紹介するとね。映画の失敗をグッズの売り上げでごまかすなんてクリエイターとして一番恥ずかしい言い訳だ。数字を出さない時点で実際は大してグッズも売れていないのがバレバレ。投資家を舐めすぎ。スターウォーズもモアナもポリコレやメッセージ性ばかり優先して脚本がおろそかになっている。根本を直さないと何度でも失敗するぞ。昔のディズニーは映画そのもので世界中を熱狂させていたのに、今は他の事業におんぶに抱っこの寄生虫みたいになっているという風に、ディズニーの姿勢に対する失望と厳しい批判が相次いでいるの。視聴者はちゃんと本質を見抜いとるばい。映画が面白くないからこけたんや。っていう一番の事実から目を背けて言い訳ばっかりしとる経営陣にはもう愛想が尽きたってことたいね。でもね、記事では一つだけ現在のディズニーの姿勢を評価している部分もあるの。ディズニーの功績として同社はもはやこれらの映画が劇場での期待に応えたと偽ることはしていない点だよ。記事ではもし前の CEO のボブ・アイガーならおそらくそうやって偽っていただろうと皮肉交じりに書かれているの。だから興行収入の失敗を認めたその正直さだけは清々しいと評価しているんだよ。前の CEO やったら大ヒットしてますって嘘をついとったかもしれんってことね。まあ、嘘をつかずに失敗しましたって言ったことだけは褒めてやるばい。だけど、はるかに説得力に欠けるのは、グッズ販売、ストリーミング配信の利用状況、テーマパークの入場者数などが、興行収入の不振をより広範な成功へと変えるという主張なの。大ヒット映画は、すべて、そうしたビジネスを活性化させる原動力となるけれど、その基盤は、本来映画が大々ヒットしていれば、はるかに強固なものとなっていたはずだからね。結局、映画がこけたっていう事実は、どうやっても消せんってことたいね。本当の問題は、マンダロリアン&グローグーや実写版、モアナがディズニーの他の部門に貢献したかどうかではないの。ディズニーが期待していたほど多くの観客が実際に劇場に足を運んでいたら、彼らはどれだけ大きな貢献ができただろうかという失われた巨大な可能性の話なんだよ。ディズニーのお偉いさんたちは自分たちの作った映画が観客からノーを突きつけられたっていう現実からもう逃げちゃいかんばい。遊園地やグッズの売り上げに隠れとらんで初心に帰って世界中の人がワクワクして映画館に足を運びたくなるような本当に面白いエンターテインメントを作り直してほしいね。これからのディズニーがどうなっていくのかうちも厳しく見張っとくけん。ということで今日はディズニーがスターウォーズ、マンダロリアン&グローグーと実写版モアナの興行収入の失敗を公式に認めたという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。